皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアと異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いしまはい、す。よろしくお願いはい、おします。願いします。今回は3回にわたって、オリンピックのことについて、考えていきたいと思っておはい、りますが、オリンピックの本質ですね。オリンピックは平和運動であるということについて、はい、喋りたいんですが、ミラノ・コルチナ、ミラノでの、IOC 総会でものすごいことが、決定されて、今度6月に詳しく発表されるんですけれども、夏の大会、夏のオリンピックの競技の一部を冬に回すといはい、うことが決まったんですね。そしてどの競技を回すかは6月に発表するっていうんですけれども、これは実は初めての意見ではなくって昔ですね、オリンピック IOC の副会長までやった伊賀谷千春さんが、はい、夏の大会を夏の競技を冬に回しなさいよということはよく言ってたんですね。というのは、うん、夏が大きくなりすぎたから、冬に回すというだけではなくって、伊賀谷さんの主張っていうのは、はい、夏の大会にこのオリンピックの正式競技に入れてほしいと言っている競技をどんどん入れなさいよと。でなうん、いと、世界に広がらないっていうこと。それで、冬のオリンピックがですね、大都市で行われるようになったので、例えば、バスケットボールとかバレーボールとかハンはい、ドボールとか、室内競技はどんどん冬にやってもいいし、冬にやるのが普通じゃないかというようなうん、ことも言われたんですね。ところが、その当時のサマランチ IOC 会長は、冬の競技というのは、雪の上、氷の上でやるものというふうに IOC 憲章で定義されているので、それは無理だと言って跳ねつけられたわけです。ところが、うん、なぜ跳ねつけたのかって思うと、サマランチという人は、オリンピックの商業化の先陣を切って広げた人ですから、はい、もうこれ以上商業化、こんなに肥大化するのかっていうのを非難されるのが嫌だからというのでうん、言われたのかなと。冬の雪の上と氷の上を守られたのかなっていう気もするんですね。ただうん、今度、夏の競技の一部を冬に回すということで、夏の競技の空いたスペースもできるわけですね。そしたらオうん、リンピックは一体どんな風に変わっていくんだろうというふうに思います。今日はその部分を、一橋大学の名誉教授の坂上康弘さんと、それとスポーツライターの小林信也さんと一緒に、話してみたいと思います。坂上さん、小林さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いしまはい。す。坂上さん、どうおですか？願いします。夏の競技の一部を冬に回すという発表をIOC がしました。これについての率直な感想からまずお伺いしたいんですが、いかがでしょうか？はい。僕も割と最近知ったんですけどね。はい。はい。ちょっとびっくりしましたね。ね単純に考えると、まあ、それもありかなっていうふうに、え。え夏があまりにも肥大化していえ。て、冬がスカスカっていうのかな。はい。まあ、4分の1ぐらいじゃないですか、規模。そうですやれるね。でしょうみたいな発想だし、で、まあ、上がってたのは、例えばバスケットボールとか、うん、そのうん。アリーナスポーツっていう、まあ、カテゴリーにして、まあ、室はい。内競技ですね。で、バスケなんかはもともとアメリカで、冬用の競技とそうです。してそう作られですね。たんで、まあ、え確かに親和性があるって言ったらいいのかな。そういう視点で見ると、まあ、柔道とか、まあ、冬でうん。も合うじゃんっていう考えると、まあ、それはそうなんですけども、うん。で、最初そこだけ見てたんですね。はい。まあ、だけど、よくよく考えたら、まず見たのは、冬のオリンピックの、競技の団体連合っていうのがあって、うん。そこが即刻反対声明を出したんですよ。
ああ、そう、私知らなかった。あ、そうですか。それ、はい。団体というのは IF ですね、要するに。あの、が集まったものであ、す。スキーだ集まった。あ、けではななるほど。くて、IF が集まったもの、冬の競技に関してですそうです、ね。そうです。もうそれ全体、が反はい。対出しましたか？判定出しました。はい。結構早く出して、うん。で、これ読むと、まあ、なんかなるほどなっていうところもあって、はい。彼らが言ってる一つはやっぱり、冬の大会っていうのは雪と氷の上で行はい。われるスポーツっていうはい。大会で、やっぱりうん。独自の伝統を持ってて、独自の文化であると。これがうん。希薄化するっていう、ここが壊れるっていう言い方なんですね。ああ、表に出してきた。だけど、その前提として、僕は気がついたのは、もうこのままだとオリンピック持たないんじゃないかとうん。いう、まあ、危機感がやっぱり共有してて、で、うん。もういろんなことすべてを、まあ、ゼロにしてっていうかな、あらゆるうん。改革の可能性を考えて動き始めてると。うん。で、その中で出てきた一つの案なんですね。夏の新はい。はい。競技を冬に。で、全体改革しないといけないということについては我々も、同意してると。うん。分かってはいるんだけど、譲れないっていう言いう方をする。ーん。で、その改革が動いていることも僕ちゃんと知らなかったんですが、確かにこの間、開催、まあ、候補地が激減きたっはい。ていうのと、まあ、冬は特に冬の大会です温ね。暖化の問題もあっはい。て、やれるとこも減ってきたっていう。この危機の中からやっぱ IOC はこう出してないって言ったらいいのかな。うーん。どうにかこう、だから持続可能な大会をどうやっていくかっていうのはかなり必死で考えてるんうだと思うんですん。ね。その中で、だから冬、雪と氷の上っていうカテゴリーでやってきたものをぶち壊す案を今検討してるわけでしょ。どこですか？雪と氷の上はい。で限定されたスポーツに、はい。冬の大会に、今まで夏でやられたものを入れようっ入れる。ていうのはい。は、すごい大きな変更なんですよ。そうですね。もう、で、これや要するに、っぱり、うん。冬のスポーツの側から言わせると、うん。これ許したら多分それだけで済まないっていうう危機感があん。ると思うんですよ。私も別それを、枠でうん。やってきて、オリンピックになりたいスポーツはいっぱいあるわけです、世界。そう、いっぱで、いありますね。この間までオリンピック憲章で、明確な基準があって、それは普及度なんですよ。はい。何カ国に普及してるかっていう、やってきて。はい。今、まあ、事実上消えちゃってるんですけども、それ。うん。で、冬と夏では大きな差があったんですよ。はい。何カ国以上の中要するに冬ので。競技というのは、やっている国が少ないということでそうです。すね。少はい。なくても OK だってういう、ん。まあ、30何カ国かな。すごいうん。少ない基はい。準でやってきたわけですよね。つまり、マイナースポーツにもかかわらず、その基準によって保護されてきたわけですよ。うん。別のカテゴリーでうん。囲まれてるから。なるほで、ど。夏が入れるってことは、これをぶち壊す話なんですよ。ああ、なるほど。マイナーそのスポーツの、そうですはい。ね、なんて言いますか、その保護の枠を壊す。外すということですね。はい。だからこの恐怖がすごいんじゃないかと僕は推測してます。ああ、で、バスケば、ットが入ってきたら、うん、うそっん。ちの人気でボブスレーが出ていくとか、なるほど。まあ、もう簡単になっちゃいます。出ていくことはなくても、人気は落ちると、注目度も落ちるというようなことでありますね。ただ、先ほどちらっとその先生おっしゃいましたけども、バスケットボール、あるいはバレーボールというのは、アメリカのマサチューセッツ州の雪の深いところで、冬にボールゲームが外でできないから屋内でやりましょうと言って始まった競技ですよね。だから、もともとは冬のスポーツだという言い方はできなくはないわけですよね。そこだけは。そこだけは。はい。はい。なるほど。それでこれから先どうするかということですが、先に結論一つだけ聞かせてください。坂上さんは賛成ですか、反対ですか？微妙ですけどね、全体を入れ替えるっていう、そういう、正当化のロジックがあるんですかっていう話ですね。経費問題じゃああ、ダメですっていう、僕はうその意見です。ん、うん、もう今そういう、次のブレスデンだったかな。もう開催が大変だって言ってるからフランスでとか、すね。もうそういう話にこう経費負担の問題でしょ。うん、それでやっちゃっていいんですかっていう。もうちょっと
立ち返ると、オリンピック競技はどういう選択、どういう基準で選んだものをやってるかっていうとこはい。ろなんですよ。ブレブレじゃないですかっていう話うになっん。て、いや、多くの人がやれる。将来性も見込んでですけども、はい。で、世界中、なぜかっていうとさっきの平和運動です。世うん。界中の人が集えるからです。うん。多くの人がやってるから。はい。で、この基準でやってきたわけですね。で、うん。これを厳密に適用して考えると、冬はアウトなんですよ。うん。なるほもとど。もと、ももともとともとね、やってる人が少なすぎるマイという。ナーで、しかも言えば、じゃあ国立人選手何人出てますか？うん。ほとんど目立たないですよ。アイスホッなる。ケーで一人いて、はい。女子の選手が、はい。はい。すごいこう、珍しいからみんな見てるんうん。です。う極めん。て、欧米中心なんですようん。うね。ん。あ、ホワイトの欧世界なん欧米ですよ。中心というか、北欧と、ちょっ僕はとアルプそうです。ス中心うん。といいますか、そういう感じですね。はい。だから、まあ、うん。もともと雪と氷って言うけど、出れない地うん。域が世界にどれだけあるんだっていう話うん。になるわうけですね。ん。なるほどね。そういうその不公平さが解消できないものを維持してきたわけです。うん。それはうん。雪と氷の上っホールていうか、のために、はい。だからそこも含めて考えると、僕はやっぱりそれを維持するちゃんと理念も必要でしょと。うん、なるあえてほど。マイナーだけどやることの意味っていうのは、僕はこれ地球環境問題と絡めてはい。提起するような、そういうものにならないと、まあ、世界中の人、アフリカの人も含めてですよ、はい。納得するようなものにはならうん。ないんではないかなっていうふうに思いままあ、す。現在 IOC が主張しているのは、夏が大きくなりすぎたから、夏を冬に回すと、それだけですよね。そうですね。まあ、それがどこまで有効かってことなんですが、どうでしょう、小林さん、はい。今まで坂上さんと話したのを聞いて、どう思われましたですか？僕らが、普うん。通に冬に動かしてもいいよね、みたいな話題を耳にしたのは、はい。東京2020の時のマラソンが最初ぐらいかな。あで、その時は、まあ、1964年の東京オリンピックは10月にやってるあ、わけ。はい。なんとなく僕らは、夏というより秋にオリンピックがあるもんだっていうイメージが僕はい。なんかありましたが、実際それが夏に限定されて、ほぼうん。8月ですよね。4月から8月。そうそうするですね。と、マラソンを暑い時にやるとか、まあ、すごうん。い、まあ、この異常気象もあって、まあ、やっぱりマラソンは冬にやるべきだっていう議論はかなり世界的に、うん。高まってると思うんですうね。ん。だから、それはすごく合理的だなと思って、うん。僕なんか受け止めてましたけれどなも、るほど。今回の発表っていうのは、もっとイベントそのものを再構築するみたいな意う味合いん。で、坂井先生がおっしゃったように、もうそこには理念よりもそのイベントとしてのその経済性みたいうな、ん。そうするとますますオリンピックって何なんですかっていうふうになりそうだし、それから、さっきも出ていましたが、例えばラグビーなんかはウィンタースポーツなんですよね。はい、はい。サッカーも言ってみれば、日本はまあ、夏やってますけど、基本的にうん。は秋冬のスポーツはい。です。バスケットもそうだし。そうですね。そうなると、スキーなんかは、そもそもワールドカップのシリーズの中にオリンピックがきちんと組み込まれているというスケジュール化がもう長年できているので、はい。いいんだけれども、アメリカの NBA のシーズンを止めてオリンピックに参加するとかっていうことは、うん。ラグビーも含めて相当高いハードルがあると思うんでうすよね。ん。だから、そう簡単なものでもないんじゃないかなという気が、しますけどね。それができる競技とできない競技が当然う出てくる。ん。実はということもないな。私はバスケットボールがもし冬に回ってきたら、NBA の選手たちが拒否すると、うん。オリンピックを。っていうようなことが、いろんなスポーツで起こり始めたら、オリンピックのスポーツとしてのレベルが、オリンピックレベルに落ちて、それはオリンピックにとって悪いことではないんではないかと。むしろ平和運動だという方の方が表に出るチャンスになるんではないか、なんていうことを、
ぼんやりと思ってるんですが、小林さんどう思います？いや、全くその通りかもしれません。かもね。うん。いや、だからオリンピックがなんかまるでプロが全部出るみたいにね、はい。なってきたけれども、そのことゆえに、経済的なものばっかりはい。苦戦してしまったという、それをその調整っていうか、う再ん。構築するには、田吹さんの今のご意見は、実は、なんかすごい、皮肉だけど、うん、イエスかなって気もします。いや、だから坂上さんどうですか？私が今言った意見については。まあ、はい。可能性はあり得ると思います可能性はけれども、あり得る。はい。やっぱりその時は平和運動っていうのを前面に出てないと、帰るう時の論ん。理の中にないと、はい。やっぱり薄いですよねっていうなる感じほどね。がしますけどね。うん。もう一ついいですか？ああ、どうぞ、どうぞ、小林さん。夏と冬っていう言い方になってるんですけども、さっきから出てるように、やっぱり冬は雪と氷の上っていうのは、当然僕らのイメージの中にもありまうすよ。ん、うん。あの、僕、雪国の少年だったので、はい、はい。新潟ですね。はい。今、お二人の話をお聞きしてて思ったのは、うーんまあ、今の時期とかって外でスポーツできないんですよね。はい。体育の授業は全部なんかグラウンドでスキーで走れとか、うん。で近くのスキー場まで行って一日午後潰してスキーだけとか、うん。なんか冬になるとできるスポーツがすごい限られて寂しい思いをしたっていうのうがあるん。けど、うん。あの、雪が降っててもこんなスポーツならできるぞみたいな、うん。そういうイメージが、バスケットもできるよねとか、バレーボールもできるよねとうか、ん。なんかそんな発想を広げてくれるような、まあ一つの方向性みたいのはあってもいいのかなと、ちょっと、これはぼんやりと思いましたね。なるほどね。私なんかは、インドアスポーツというものを冬に回せと言った、伊賀谷千春さんがそれを言い出されたときに、当たり前だなってすぐに思ったんですよ。うん。というのは、私は、中学高校とバドミントンというプレーをしてましたけれども、青森、山形、新潟の選手は強かったですね。全部雪国やったですね。で、それで、後でスポーツライターとしてバスケットボールとかは、そのバレーボールが冬に生まれたというのを聞いて、オリンピック憲章の中で、冬季競技の定義に、雪の上、氷の上でアイス、スノーという書き方をしてる理由がやっと分かったですね。やっぱり雪の中でやらなきゃいけないんですね。冬季。うん。そうしないと冬のスポーツの定義ができないと。で、今度の6月に発表される IOC は、さてその定義を先ほど坂上さんがおっしゃったように、納得できるような定義が出てくるかどうかですね。冬のスポーツというものに対して。それは坂上さんどうですか？何か方法論は思われますありますか？ IOC が言ってるのはアリーナスポーツっていう一つ出してますよね。アリーナスポーツ。なはい。るほどね。まあ、はいはい。しばらく前にやったのは、と、例えば、スケボーとか、はい。スポーツクライミングとか入れるときは、えーっと、都市の、まあ、あ、競技、アーバンそしてアーバンスポーツ。スポーツ。アーバンスポはい。ーツですよ。はい。これはそれなりに、なんていうか、説得力がありますよね。若者になるほど。向いてるっていうのと、ちっちゃい都市の中だってできちゃうっていうこはい。とが、そうすると、ポイントはやっぱり世界中の人ができるでしょっていう、はい。はい。道の上でね、はい。こんなもんあるだけでできちゃううん。よっていうん。うのは、公平性って言ったらいいのかな。多くのはい。人が、できるっていう点では、なるほどっていう説得力はある。それはうん。あると思うんですね。うん。で、ちょっとスケールがでかいですけども、伊賀谷千春さん、はい。雑誌、世界で、玉木さんと対談はい。されて、はい。読ませていただきましたけどあ、も、ありがとうございます。もうすごい IOC 委員やられてる時からはい。2000年ぐらいですかね、はい。に、夏の競技を冬にっていう冬に回せた。は案をもい。
実際に提案してたっていうのそうで、ですね。初めて知りましたけど、僕はこれは貴重だなと思うのは、伊賀谷さんの主張の、ポイントっていうのかな、狙いは、世界平和構築のためはい。の人類の祭典って言ってんだから、それに近づくために、夏の競技を冬にやって、そして空いたところに夏の競技を増やすって言ったんです。増やす、はい。で、これは、彼の言葉で言うと、本当にグローバルに多くの人々の関心が向くように、たくさんうん。やった方がいいでしょと。はい。本当の平和運動になるんだうん。ったら、これはこれで一理あると思いますね。なるほこど。の点は。そうですね。なんで経費がそんなかかってとかっていうんだけれども、その経費削減の方法としては、えっと、単に競技数を減らすことじゃない方法だってあり得るんではないか。うん。で、やっぱ増やすこと自体は、平和運動として考えたときに確かにメリットになる点があるっていうのは、やっはい。ぱりこれは説得的だなと思うんですよ。踏まえた上でちょっと考えた方がいいかなと改めてなるほど。思います。はい。なるほど。私も実はその対談をした時も、それからその後もですね、頭に残っていることで、肥大化したとか、商業化したとかっていうことがあって、こう悪のように喋られるけれども、大きくなることは決して悪いことではないんではないかっていう頭はどうしても残ったっていうところはありますね。小林さんいかがですかそこは？うん、ちょっと話がそれるかもしれませんけど、ええ。その結果として何があるかというと、今回見ててもやっぱボーダレス化なんですよね。日本のメディアがずれてるのは、うん。相変わらず、日本選手が勝ちました、はい。あれを取りましたという視うん。点でやってるんだけど、あの、もう、オリンピックの裏側は、ボーダレスなんですよ。うつん、そう、もうあの、完全にそうですね。選手が、コーチと人との関係とか。ボードっていうのは海外メーカーのものだったり、はい。日本選手は海外メーカーのサポートを受けて海外のツアーを歩いてたり、はい。その逆もあります。はい。メーカーのそのボードを海外の選手が、うん。ね、使っているとか、からアイススケート、スピードスケートもそうですけど、もうはい。海外の指導者に日本チームが指導してもらってるとか、はい。海外を拠点に、海外で強化をしてもらってるとか、うん。実はもう、そういう意味では国際交流がいろんな形で進んでるんですよそうね。ですね。そうですね。はい。それはビジネスと、種目によってビジネス優位だけではないんだけれども、ビジネスがすごく国際化している中で、そういう交流も行われているっていううん。のは、確かにあるのかなと思います。なるほどね。まあ、そのあたりも含めて、メディアがどのようにオリンピックを捉えて発表してくれるかということが、まあ、重要になってくると思うんですけれども、まあ、次回はですね、これから未来のオリンピックは果たしてどのようになるだろうかということを前提にして、この話を続けていきたいと思いますんで、坂上さん、小林さん、次回もよろしくお願いします。はい。今日は本当にありがとうございました。ありがありがとうとうございます。ございまわかりました。す。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは今週のテーマ、平和運動としてのオリンピックの本質的意義を考え直すのエピソード3、e スポーツなども加わる未来のスポーツは平和運動としてのオリンピックを推進できるのかです。引き続き坂上さん、小林さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。